Tale 14. さあ、それでは始めたいと思うんですが、まずこのセッションではですね、必ずスタート時にこの赤いボタンを押すことになります。では早速押してみましょう。で、ちょうど今後ろにカウントアップが始まっています。各クォーター14分ということで、この14分で話を完結させていきたいと思いますが、もちろん4つのセッションもつながっていくことになります。で、まず最初に見ていただきたいのはこちらです。これはつい先日ですね、6月に行われましたユーロ2016で僕が取ったデータを今日ここに紹介させていただきました。これは全てのゴールデータなんですけども、要するに世界というのは常にアップデートしていきますから、ゴールの決まる形もどんどん変わってきているんですよね。もちろん普遍的なものも当然あります。で、こうやって見ていただくとですね、例えば、開幕戦ジルーが1点目取ってますけど、ルーマニア相手に後半13分にワンタッチでヘディングということまでここには出てますけど、実際にはもっと細かく取ってまして、さらにどのゾーンでゴールが決まったか、F ゾーンって書いてあるのはフィニッシュゾーンなんですけど、ニアゾーンであったりミドルゾーンだったり、いろんな自分もシュートを打つポジションをゾーン分けしてます。で、このゾーンからはこのシュートが決まりやすいとか、例えば中で先制ゴールとか同点ゴールとか逆転ゴールとかって書いてあるんですけど、先制ゴールで決めやすいゴールもあります。当然ですけど、統計取れば。そして逆転ゴールでも決まりやすいゴールもあります。で、流れなのかセットプレーなのか、その隣ですね。で、そのもう一個右側です。ニアゾーンからフィニッシュゾーンに行っているものなのか、ミドルゾーンからフィニッシュゾーンに入ったものなのか、つまりゾーンを限定して、このゾーンからこのゾーンに入ったものはこういう形がゴールになりやすいんだということを書いてます。で、もう少し右の方に来てもらえると、速攻なのか遅攻なのかセットプレーなのか PK なのか、その右側一番右端に来ると、流し込んだシュートなのか曲線なのか、もしくは曲線は横からですけどね、放物線という赤い文字もたくさんあります。あとキーパーの股っていうところもありますね。僕がこうなったというか、こんな細かいデータを取ってですね、どうやって解説しようかっていうふうに考えるようになったのは、実はこの人の影響です。ちょっと恥ずかしいんですけどこれうちの父親なんですよね。で、うちの父親は野球をずっとやっていまして、で、子供の頃からですね、常に家でテレビを見るときは父親が横にいたんですよね。で、その時に必ず父親が、当時はスポーツ中継っていうともう野球しかありませんから、もう父親はもう野球大好きで、野球を見ながらですね、ピッチャーがいい球を投げるじゃないですか。で、それが決まると実況の方が解説の方に「いかがですか今のボール」「いやー素晴らしいボールでしたね」って言うと、そんなん俺でも言えるというこの言葉がもう僕はもうずっと頭から離れないんですよ。もう子供の頃から今も離れていないので、そんなん俺でも言えるわっていうのが常に頭に僕の中にある。同志社大学のサッカー部のコーチに行くようになり、実際現場で選手たちの話をし、そして選手たちと言葉を交わしていく中で、選手たちが納得して気づきながらトレーニングしているときはどんどん選手は成長するんですよね。ただ残念ながら気づき、もしくはなるほどと思って練習していないときはどんどん言葉が流れていってしまう。つまり今ここにコップがあるんですが、コップが上を向いていない状態で水を注いでも、こうなっている状態で水を注いでも水は入らないんですよね。つまりこのコップを上向かせることができれば水を入れることができる。どんなに自分がサッカーを伝えたいと思っても、聞いている方に気づきをもたらすことができなければ、
その解説っていうのは耳に入ってこないし、どんなに自分がサッカーをされて目の前の子どもたちが上手くなってほしいと思っても、この子どもたちの前のコップが上を向かない限りは絶対に子どもたちは成長していかないということをまざまざと感じる1年でした。決まる確率が高いのはどんなシュートなのかと。本当はここで今やってもよかったんですけど、こちらの角度とこちらの角度は正面の角度にならないので、本番前に僕がお腹を見せないっていう蹴り方をですね、実際やってますので、それをちょっと見ていただきたいと思います。これがまずお腹を見せる、ボールに対して比較的正面から入ってお腹の部分をキーパーに見せながら、これも軸足抜きで蹴り足から着地で蹴ってるんですけど、どこに蹴るかっていうことを非常に読まれやすい状態です。実際、今回のユーロを見てもお腹を見せているキックに関して言うと、ちょっと変化を加えないとなかなか決まらないシュートが多かったです。で、今度は逆にお腹を見せない、そのためにどうするべきかとなったときに、今見てもらったようにですね、体を少し横に向けることによって角度をつける。で、結局最終的にはお腹は見えるんですけど、ボールがインパクトする瞬間までお腹が見えないので、キーパーにとっては読まれにくい動きになってるんですよね。実は、例えば中村憲剛選手はよくこういう動きを使うんですけど、これラストパスとかスルーパスの時に必ず彼が使うパターンなんですけど、こういうふうにスルーパス出すんじゃなくて、必ずこう持ち出してこういうふうにスルーパスを出す、角度をつけてスルーパスを出すと読まれにくいということも本人も理解していますし、そういったことで決まる確率、つまり相手にとって読まれにくいシュートになるということが分かると思います。自分の前にマークがいるとですね、こういう状態のように相手のマークを外してからシュートをこうやって打とうと打ちたいというふうに選手っていうのは思う選手が多いんですけども、実は横に体をかわして外してしまうとお腹がキーパーに見えてしまうので、逆に決まりづらいという側面もあります。実際最近の、ユーロでもそうなんですけど、自分とキーパーの間にディフェンスが入っている方が決まりやすいということを映像でこれも撮ってみました。実際じゃあご覧いただきましょう。この前にいるのはディフェンスなんですが、まずは右側から抜きます。今この場所がキーパー目線ですね。ほとんどお腹見えてませんよね、実際。こういう挟みながらキーパーに対して対応していくということが重要かなというふうに思っています。